男性でオタクの男性がモテるんですか？女子だけで喋った時に実はあの子顔よく見たらかっこいいよなみたいな。女の子をめちゃくちゃモテ遊んでる男の子、いろんな子になんか可愛いねって言ったりとか、手を出してる子。女ったらしいと言うんですか？それ。Hey guys and gals on Ask Japanese, it's your flashy fashion reporter, Kathy Cat. Welcome to the Japanese summer, and today we're gonna go hit the streets of Tokyo and find out which boys I hated the most in Japanese schools or in general. So let's find out what kind of things are very unpopular if you should come and do them in Japan, and let's go and ask a variety of Japanese. And don't forget to subscribe. 学校の中にちょっと嫌われてる男子はそしたらどのタイプなんですか？ヤンキーっぽい。やっぱりそのヤンキーっぽいのは見た目なんですか？モヒカンとか。そういう人学校にいたんですか？チックみたいな。こっち反ってて、こっちでバサッみたいな感じやってる。ちょっとモヒカンチックみたいな感じの人がいて、ちょっと怖いなみたいな。背も高かったんですよ、めっちゃ。だから威圧感があって怖いなみたいな。あとやんちゃな髪の毛って言ってたので東京リベンジャーズって見ました？見てないです。なんか今ちょっとやんちゃブームみたいなのあるじゃないですか、アニメの。逆にでもそれ聞かないですね、ちょっと怖いから。じゃあ優等生はどうだったんですか？自分の学校では男性の優等生。静かやからあんま喋られへんけど怖いとは思ってなかったです。近寄らんとことかは思わなかったです。男性でオタクの男性がモテるんですか？でも影でもなんか人気みたいな。なんかみんな言わへんけど、なんか陽キャのキャラの子がかっこいいかっこいいって言われてるけど、裏ではあの子もかっこいいよなみたいな。ってことはオープンにはこの人オタクだよね、だけど中にはでもちょっとかっこいいよなみたいな。女子だけで喋った時に実はあの子顔よく見たらかっこいいよなみたいな。これ男性きっとめっちゃ喜ぶばちゃんじゃないですか。実は内緒人気だったってことですね。隠れ人気みたいな。人気が出ない男性は悪口とか言ってる人です。確かにどうでしょう。嘘つきですね。じゃあいろんな彼女作る人は人気か嫌われるかどう思いますか？その頻度と期間によります。頻度が多くて期間が短いすごい特会引っかいの人は嫌われると思います。じゃあまたいろんな男性のタイプいて人気か嫌われてるか教えてください。まずオタク男子は嫌われます。嫌われてる。じゃあヤンキー男子はヤンキー男子は嫌われるかなと。ギャルには好かれてると思いますけど、そういう自分もそういうちょっとやんちゃっ気がある人からは好かれてると思いますけど、結構優等生とか普通の人からすると嫌われてると思います。ムキムキ高校にいないと思うんですけど、ムキムキ男子は人気が出ますか？スポーツがやってれば出ると思う。どうでしょう。 100% 好かれています。アニメの東京リベンジャーズ知ってますか？あれは昔の時代をフォーカスした漫画なので、今はそんなな気がします。クゾクゾって何ですか？なんか女の子をめちゃくちゃモテ遊んでる男の子。いろんな子になんか可愛いねって言ったりとか、そういろんな子にやってるっていうか、手を出してる子。女ったらしいと言うんですか？それ。そういう人は逆に人気ではない。いやどうなんでも最初は人気だけど後でバレるみたいな。気づいてみんな離れるみたいな。最初は優しいいい人、こんなに女性がいるのみたいな。そうそんな感じ。じゃあなんかアニメで私が見たのはみんなが一つのなんかこの先輩キャピカピかわいいだけどこの先輩はいろんな人に声かけたらアウトみたいな。そんな感じ。今まだいろんなタイプのパターン聞きますので、人気がどうか教えてください。優等生の男性は最高。真面目だから。真面目で、自分にないところだから、シンプルに尊敬できるかなっていう。努力してるしね、みんな。オッケー。じゃあ次ヤンキーの男性は？ヤンキーは私は好きですよ。私は好きですけど、どうですか？バスかな、わかんない。絶対無理。じゃあなんで好きですか？
ヤンキーっていうか男らしい人が好きなんですよ。なんか守ってくれそうっていうか守ってくれるからね。ヤンキーバッドボーイみたいな。そうそうバッドボーイ好きです。バッドボーイ勇気がない。は本当不真面目な人があんま好きじゃない。でも楽しいな、みんなそれでも仲良しだし。次、オタク男子は全然いいです。話合いそうだしね、自分が同じの好きだったら。例えば何の好きな話が合うんですか？アニメとか。どうでしょう？私も全然大丈夫です。いいと思います。昔オタクちょっとマイナスの男性のイメージあったんですけど、今変わった理由は？だから多分昔は秋葉原とかにいるなんかちょっと不潔な男性が結構オタクみたいな感じだったんですけど、今はみんないろんなジャンルでオタクが存在してるので、全然いいと思います。じゃあこのオタクはモテるかどうか聞きます。まずアニメオタクは？アニメによるね。そうなんかものによる。結構難しい。でも今アニメ流行ってるから前ほど偏見はなくなったかなっていう感じで。じゃあアニメオタクは三角？三角。三角。オッケー、三角でアイドルオタク？なんか乃木坂とかテレビに出てるアイドルをしてる男子だったらわかるけど、地下アイドルっていうの、推してる一般男人に近いみたいな、ね。そうあんまり好きじゃないかも。私もそうかもな。その一般人に近いのなんでやるんですか？なんだろなんかね、やばいオタクが多いイメージがある。この地下アイドルをしてるオタクは。地下アイドルとかは距離がやっぱり近いから、もうなんかハグとかまでできちゃったりとか、写真撮る時とかにチューしたりとかハグしたりとかするんですよ。全然 OK なんですよ。それがそうじゃなければいいけど。ホストっぽい男子は？私超嫌いです。めっちゃ嫌い。私もバツ。ホスト系の顔は好きです。なるほど。顔は。でも最近のホストは割と普通な人が多い気がします。スポーティー系男子は？めっちゃ好きです。どうでしょう？めっちゃ好きです。いいと思います。何のスポーツが OK なんですか？日本で割と女子に好かれてるのはサッカーとバスケ。男性がこれやったらモテないとかなんかありますか？清潔感じゃない？清潔感がないとダメな気がする。大事。ちょっと学校に来てなんかにおうみたいな。ダメだ。髪が適当とか長くて見えないとか、そうセットしてない。眉毛適当とか。見てない。OK です。All right. Actually, we've asked some of the things about boys here in Japan before. And for example, one of the things that is very unpopular was them not being shaven. Cleanliness is number one. Seiketsukan is number one here, which means not just the beard has to be shaven, but men have to shave other parts as well, including legs and such. And I actually see on the train, especially in summer, I see commercials for hair removal salons, not just for the ladies, but also for the gents. So if you're curious about more of the things that are considered good if you do it as a man or a boy here in Japan, then check out this video here next. Also, guys, don't forget to subscribe if you haven't already, and down below are our socials in case you want to find us on Twitter, Instagram, or Twitch. Thanks so much for hanging out, and I'll catch you soon. Bye!